スクールカフェチャンネルへようこそということで、今回はですね、ウォーハンマー 40K に登場するアーミー、ティラニットを使用する際に必要になるコデックスのティラニットを紹介していきたいと思います。実は現在ですね、進行中の第10版ではですね、最初に登場したコデックスになります。10版の物語の冒頭にですね、ティラニットのリバイアサン艦隊が攻めてきたというところから始まるんですけども、10版のローンチパックのリバイアサンが発売されて、その中にあったキャンペーンシナリオ、オグラムの戦いというものがありました。で、そのシナリオを元にですね、世界中の、実際のウォーハンマー 40K をやっているプレイヤーの皆さんがですね、リバイアサンの中のキットでですね、対戦して、その結果をですね、インターネットに公開していきました。で、その投票していった結果がですね、どちらが勝つのかというキャンペーンをやっていたんですけども、それで結果的にですね、ティラニットが僅差で勝利しましたといったお話がありました。それによってですね、スペースマリンよりもティラニットの方が先にですね、コデックスが発売されるといったものになってですね、ちょっと珍しい形のゲームかなとは思いますけども、プレイヤーのね、皆さんによってこの世界、この銀河ですね、内容が変わっていきますよといったものになっています。そんなわけでですね、ティラニットのコデックスが、先に発売されたんですけども、知らない人にとっては分かりにくいので、前回はスペースマリンより、紹介させてもらったんですけども、今回のコデックスはこのティラニットを紹介していきます。ティラニットはですね、我々が住む天の川銀河の外からやってきた謎の生命体。日本風で言うとですね、宇宙怪獣と言ってもいいのかなというふうに思います。電波や歪みですね。電波。普通の通信技術ですね。それと歪みを使った通信手段。ウォーハンマー 40K の世界ではその歪みの力を使ったワープ通信みたいなものを使っています。それをですね、妨害する能力があったりするのがこのティラニットになっています。で、さらにですね、シナプスというティラニット特有のですね、情報伝達手段を持っていたりとかします。なのでですね、ただの生物の群れとかいう感じではなくてですね、具体的な戦術なども行うといったものになっています。ただしですね、会話をしているわけではなくて、言語は存在していないように記載されていますね。そんなティラニットですね、見た目はこちらですね。はい、こんな感じのやつらですね。はい、あとこっちですね。はい。で、コデックスがこういった感じのカラーリングになっています。私が塗ったのはですね、この赤と黒。ということで、はい。このカラーリングですね、なんで違うのって言ったら、ベヒモス艦隊という運送艦隊というのがですね、ティラニットの中にいます。はい。そのカラーリングがですね、ボディが赤。で、装甲が黒ですね。こんな風に記載されております。今回ですね、このコデックスの中にはそのカラーリングの、お約束、スキームですね、なんかが書かれていないので、ちょっとそこ残念なんですけども、いろんな文献がね、ありますので、それを探してですね、これはなんとか艦隊だよっていうのもやっていただいても大丈夫ですし、あとはオリジナルのね、無数にある艦隊があるはずなので、オリジナルのカラーリングでのティラニットを作っていただくといったものもいいのかなというふうに思います。私はですね、この赤と黒というのが結構ね、外カラー的には好きなので、こんな感じで、ぐわーっと。はい。ちょっとですね、マッシブさが増すというか、ちょっとピンボケしてますかね。こんな感じですね。はい。こんな感じの見た目になります。で、元のですね、この紫と、クリーム色っていうんですかね。はい、こちらですね。こちらのカラーだと、やっぱりこのクリーチャー感が増して、はい、恐怖値が上がっていく。産地が下がるという方もいらっしゃいますけど、そういったものがですね、こちらのカラーリングには、意識されているのかなというふうにも思います。これがリバイアサン艦隊のカラーリングですね。はい、といった感じになっています。ではですね、ティラニットの能力についてなんですけども、全般的にはですね、白兵戦が得意といった射撃はあくまで補助的な目的なのかなといったものが多いように思います。なので、ガンガンですね、ゲーム上は突き進んでいくプレイヤーの方おすすめかなといったものになっています。そしてですね、ティラニットの特徴としては、対戦相手のですね、強制的なバトルショックテスト。はい。こちらを行わせることができますよといったものがあります。設定的にはですね、通信手段を失わせて混乱させたり、本能的にですね、ショック状態を持っていくといったところなんでしょうかね。能力的には地味に感じますけども、ゲーム進行上意外とですね、これが、厄介な状態になっております。バトルショック状態になるとですね、作戦目標マーカーが確保できない状態になったりとか、策略がですね、適用されなかったりとか、厄介な状況に陥りやすいです。もう一つはですね、逆にシナプス範囲に入っている必要はあるんですけども、シナプスってこのティラニットたちが持っている能力ですね。
テレパシー的な感じの通信手段といったところですかね。この範囲内に入っているとですね、ティラニットが行う時のバトルショックテストは通常 2D6 を振ってですね、指揮統制値を、上回れば成功といったものなんですけども、それが 2D6 じゃなくて 3D6 になりますよといったものになります。なので、バトルショック状態に陥りにくい、ものたちになっておりますので、そうそう失敗しないのかなというふうにも思います。ゲームプランにもよりますけども、この能力非常に厄介になってますので、戦術の幅といった方がいいんですかね。そういったものが、広がってくるかなというふうに思います。ということでですね、白兵戦が得意でシナプスというものがありますよと。で、バトルショックテストを強制的に行わせるという能力があったりとか、逆にバトルショックテストを、なかなか失敗しないといった能力を持っているというこのティラニット。アーミーの性能としてね、ざっくと解説をさせてもらいました。それではですね、こちらのアーミー、この生態といいますか、アーミーの紹介も軽くやっていきたいと思うんですけども、実はですね、以前にもリヴァイさんが、このリヴァイさんっていうウォーハンマー 40K の10版のローンチパックですね。そちらが発売される時にですね、ティラニットを少し紹介させていただきました。なのでですね、一部重複するというところもあると思うんですけども、ご容赦いただければなと思います。ではですね、まずティラニットの生態なんですけども、まだまだ謎に包まれたものが多くてですね、詳細がよく分かっていません。はい、実は分かっていません。見た目はですね、虫のように基沈質というもので外皮が覆われておりまして、耐久性も高くてですね、筋肉のような、繊維もありますので、生物感が非常に強いアーミーになっています。文明がある感じではないので、戦車などの、乗り物も特にはありません。なので宇宙艦隊もですね、実はあれ全部生物です。はい。生物が、そのまま、艦隊となって、襲ってくるよといったものになっています。しかしですね、文明がないようにも思いますけども、先ほど言った宇宙船とか銃ですね。はい。こちらも持ってる銃ですね。よいしょ。はい。見えますかね。こういった銃ですね。はい。ありますよと。こういった感じですね。はい。じゃあこれ何ですかと。文明ないのにこんなもの使うのといった感じなんですけど、実はこれですね、体の一部になっています。この辺見たらわかるかな。この腕のところから生えてるの分かりますかね、パイプ。こんな感じでですね、体の一部からその銃をなんやらかんやらがいろいろ生えてたりとか、腕そのものがですね、銃になっているものなんかがいたりとかします。つまりですね、作ったというよりは生えているという表現の方がね、正しいのかなというふうに思いますね。それがですね、戦いの最中他の文明兵器を見て、進化して、その形をですね、模倣して使っているのかなといった、考え方にもできます。一説によりますとですね、このティラニットですね、誰かが作った生体兵器なんじゃないかっていう説もあったりとか、いや、自己進化ですよといった方もいらっしゃいまして、まだまだ全容としてはですね、明らかになっていないといったものが、このティラニットになっています。そしてですね、この軍隊的な行動を行うんですけども、侵略を続けてですね、いきなり襲ってくるといったことも多いんですけども、実は変わった侵略をですね、仕掛けてくることもあります。ティラニットのですね、ユニットの中に、ジーンスティーラーというものがいます。はい、こんなやつですね。腕が4本生えていちゃったりとかする、ちょっと見た目が怖い感じのやつです。はい、こちらがジーンスティーラーですね。それでですね、他のアーミーでジーンスティーラーカルトと言ったものが存在しています。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、実はですね、結構親密にその関係性があります。このジーンスティーラーはですね、人間に寄生体を植え付けてですね、ティラニットに汚染されてしまいます。襲われた人間は、ティラニットに汚染されます。その後ですね、何代か世代を変えていくにつれてですね、人間の見た目に近づいていって、人間社会に溶け込んでいくといった習性を持っています。で、そのジーンスティーラーカルトとなってしまったものはですね、人間たちをですね、騙したりとかして、宗教ですね、宗教みたいな感じでですね、他の者たちを先導していきます。中にはジーンスティーラーにですね、同じように規制されてしまったりとかする者もいるようですけど、ジーンスティーラーカルトになっていきますよといったものになっています。その者たちはですね、ティラニットを神格化していてですね、ティラニットが侵略してきたら、自ら住む星をですね、捧げるために人間文明にですね、入り込んで裏切りを待っています。
そして、ティラニットが攻めてきた時には放棄してですね、人間社会の内部から破壊を企てて、ティラニットが攻めてくると。そういったものを手助けするために、新ジンスティーラカルトはですね、潜んでいるといったものになっています。ただしですね、人間を全滅させてですね、神のように崇めていったティラニット、いよいよ迎え入れました、なるんですけども、実はですね、このジンスティーラカルトはですね、そういってティラニットを神格化してるんですけども、ティラニットはですね、他の捕食者と同じようにですね、彼らを食べてしまいます。はい。捕食対象としてしまいますよ、といったものになってますね。G スティーラカルトの方もですね、なんでってみたいな感じになっているんですけども、あくまで養分といったものになっています。といったですね、文明をうまく操ってですね、進行してくる様はですね、自然にですね、進化したものとはちょっと違うんじゃないかなというふうにも伺えます。このようにですね、文明を持つ種族を貶める狡猾な手口を使うことから本能だけではなくてですね、何かしらの大きな思考が動いているんじゃないかというふうな想像もできますよといったものになってますね。そんな謎に包まれたティラニットなんですけども、名前の由来はですね、地球人類が名付けたものになっています。最初の公的記録では地球人類の支配権がある青くて美しい星ティランという星がありました。でそこにですね、外宇宙から出てきた海生物が群れとなって襲ってきます。ティランの防衛網はですね、いち早く気づき迎撃態勢を整えることに成功するんですけども、同時にですね、救援要請なんかも送ってですね、万全の態勢を取ろうとします。しかしですね、その救援要請を届くことはなくてですね、それが、ティラニットの持っている能力、歪みの陰りといったものじゃないかなというふうに言われております。通信ができませんといった状況ですね。激戦の末ですね、海生物の艦隊は一部撃破するんですけども、ティランの防衛網が撃破したのはほんの一部でですね、その多さはですね、もう空を埋め尽くす勢いだったというふうにも言われております。あえなくですね、惑星ティランの防衛網は壊滅して、惑星上にあった生物、有機生命体、そして水、空気、もう全てがもう食い尽くされてしまいます。そんな状況になったけどもですね、ティランの持っていたその軍部はですね、その状況を記録して地下深くに封印してしまいます。で、後にですね、その帝国の異端審問官クリプトマンという方がですね、情報を見つけてティランを襲った海生物はこいつらだよというのを見つけます。で、ティランが襲われたのでティラニットというふうに呼ばれたのが、名前の由来の始まりですよといったものになっています。で、実はですね、これ以前にもティラニットという、それとおぼしきですね、生物は発見はされています。何度か発見されています。ただし、辺境惑星のですね、単一の個体と認識されていたのがほとんどだったので、公的記録でもう軍隊として存在しているよと分かったのはここが初めてだと言われております。この発見の直後に第一次ティラン戦役と、発展していくんですけども、この時襲ってきたのがですね、私がペンチしたカラーリングのベヒモス艦隊、この赤と黒ですね。この赤と黒のカラーリングのティラニットが襲ってきました。で、第一次テラン戦役ではですね、ウルトラマリン船団が第一中隊全滅といった、多大な犠牲を払うんですけども、なんとか撃退しました。といったものになってまして、第二次ティラン戦役ですね。第二次ティラン戦役は、クラケン艦隊というのが襲来してきています。それが来たんですけども、ウルトラマリン船団のマルネス・カルガ船団長ですね。彼がですね、卓越した資金によって撃退します。第一次、第二次はもうウルトラマリンがなんとか撃退してくれましたよといったお話になってまして、で、マルネス・カルガですね。船団長マルネス・カルガは名実ともに英雄と評されていくことになっていきます。その後ですね、第三次ティラン戦役では、リバイアサン艦隊、はい、こちらですね。こちらのカラーリングのリバイアサン艦隊が襲ってきます。銀河全体をですね、巻き込むような戦いになっていきます。で、その時にですね、最初の陣頭指揮を取ったのが異端審問官クリプトマンですね。こちらが策を講じて戦いに挑んでいきます。で、その策がですね、オルクというものを使った、策略になっています。知らない人のためにもですね、ちょっとした紹介をするんですけども、宇宙オークといった方が分かりやすいですかね。日本人の方は特に。このオルクたちはですね、肌が緑色でですね、頭身は低いものが多いです。で、戦闘が大好き。もう戦闘が起こると、どこでも首を突っ込みに行くと。もうすぐちょっかい出しに来るといったちょっとね、たちの悪い種族がいます。それなのにですね、すぐ手を出してすぐ戦争になるのになかなかこの種族衰退しません。はい、衰退しないのはなぜなのかといったところなんですけども、実はですね、このオルクというもの生態に秘密がありまして、このオルクはですね、実は分かりやすく言うと胞子、はい、キノコでいう胞子ですね。はい、それで増えると言われてまして、無尽蔵に増えてくるといった種族になっています。で、そのオルクとですね、ティラニットを戦わせればどちらも弱って倒しやすくなるんじゃないかと
いうふうに考えたクリプトマンが考えたのが、オルクの勢力に向かってティラニットのジンスティーラ群れをですね、オルク帝国に解き放ちます。で、送り込まれたジンスティーラがですね、シナプスを使ってリヴァイサン艦隊を呼び寄せるというクリプトマンの思惑通りにことが進んでいくんですけども、これでですね、お互い潰し合って、弱くなったところを叩くといった策を講じたんですけども、その読みはですね、完全に外れてしまいます。実はですね、オルクを倒して捕食したティラニットが、実はその栄養を使ってまた増えてくる。そして激高したオルクたちはさらに戦いを激化してですね、胞子を撒き散らして、オルクの数がまた増えてくるといったことでですね、ティラニットもですね、オルクもですね、無尽蔵に増えていくといったとんでもないことになっていきます。戦いは激化する一方でですね、このままだとですね、他の星も巻き込まれてしまうといったとんでもない状況にもなってしまいます。そんな感じでですね、第3次ティラン戦役というのはですね、めちゃくちゃどのアーミーもですね、かなりの激戦を強いられるといった内容になっていきます。その後ですね、第4次ティラン戦役というのが今回のリヴァイアサンですね、第10版でのお話になってきます。第4次ティラン戦役はですね、今回の第10版の物語になってきていて、銀河の西から再び攻めてきたリヴァイアサン艦隊との衝突が描かれています。こんな感じでですね、ティラニットの物語は現在大きく進んできています。今回のコデックスですね、コデックスやティラニックウォーというキャンペーンブックにはそのあたりが結構書かれていますのでですね、ぜひとも手に入れてですね、読んでみていただければ、ティラニットファンの方は大変楽しく読めるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、結構今後の展開が楽しみになってくるこのティラニット、そのティラニットのコデックス、はい、こちらですね。こちらのコデックスを今回紹介させていただきました。こういったですね、人類から見ればヒール役のティラニットなんですけども、そういったアーミーをですね、使って見るのも楽しいものだと思いますので、興味を持ってくださった方はですね、ぜひコデックスとアーミーをゲットして、ティラニットを始めてみてくださいといったものになってきますね。はい。今はですね、ローンチパックということで、ティラニットのきっと割と手に入りやすいものになってきておりますので、今は結構チャンスかなというふうに思います。それではですね、こちらの動画が良かったなとちょっとでも思ってくださったらですね、チャンネル登録と高評価の方、ぜひともよろしくお願いします。ではですね、他の動画でもまたお会いしましょう。また見てください。バイバイ。